おはようございます。たかしです。本日は9月12日火曜日、ただいま10時3分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。Twitter では動画更新情報や FX プチテクニック、先出しなどを配信しています。リアルタイムな情報収集、ちょっとした学びの教材としてご利用ください。アカウント情報は概要欄にあります。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日の冷やしは陰線なんですけれども、下髭も伴っているというところで、現在は冷やしのこのトレンドラインですね。この白のトレンドラインに昨日ぶつかってきて、そこからの反発を行っているところです。ただし、基本的に今この下落トレンドですよね。高値を切り下げてきている。そして安値も昨日の下落でさらに更新してきましたので、下落トレンドを継続中というところで、ここからもう一段下落していくのか。今はこの緑のボックスの中に入ってきてますので、もしかするとこのままトレンドラインを下抜けて、緑のボックス下限を目指すような、そんな動きをする可能性もありますし、ただ今日足のトレンドラインにぶつかってきているので、一旦は反発する可能性を考えておきたいですね。まず本日はこの日足のトレンドラインでどうなるかです。このトレンドライン、ここですね。3月の27日ぐらいと、あとここの安値に当ててます。で、このトレンドライン、ここから一旦は反発を見ておきたいですね。少なくとも、この高値を更新しないかもしれませんが、一旦の反発はするで見ておきたい。昨日も下髭になってますので、またストキャスティクス過去のゴールデンクロスと同じ位置ぐらいに現在はありますので、ここからの反発上昇も見ておきたいですが、MACD 弱いので、もしかするとこのまま下抜ける可能性もありますので、そこは注意です。チャンネル登録してね。では4時間足です。黄色丸が高値切り下げ、ピンク丸が安値更新ということで、今は4時間足単位で下落トレンドを作っている。ただし、今、日足では GMMA の青帯にぶつかってきているところですので、今は日足の上昇トレンドに戻っていけるのか、それともこの下落トレンド、4時間足の下落トレンドが継続するのかというところの攻防戦の最中ですね。日足での上昇になるのか、4時間足の下落を継続するのか。そして今、日足のトレンドラインにもぶつかってきています。GMMA にも接触、トレンドラインにもぶつかってきているということで、日足単位で反発上昇が入りやすいところではあるんですね。ただ昨日の上昇を見ていると、やはり上値も重いなというところで、ここのところ、この下落に対しては結構強いんですよね。上昇はね、ジグザグとしているんですけれども、この下落って結構陰線連続での下落になってきております。それに加え、昨日は窓開けで下落してきておりましたので、ですので、ここからの反発が今弱い。この下落トレンドに対する、やはり売り圧力、この下落トレンドを継続させようという力が結構強いのがわかります。ですので、昨日日足のラインにぶつかって、なおかつ日足の GMMA にぶつかってはきているんですけれども、反発が弱いと思いますので、ここからまだ下落していく。つまり日足のこの白のトレンドラインを下抜けて下落していく可能性、日足の上昇トレンドに戻っていく可能性の両方を考えておきたいですね。まずは今4時間足ここ下落トレンド作ってますので、ここにトレンドラインを引いておきましょう。こんな感じですね。今緑のトレンドラインを引きましたので、ここを上抜けるまでは基本的には下落トレンドが継続。このトレンドラインを上抜けてくると日足の上昇トレンドに戻っていく可能性がありますので、そこを本日は見ておくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足には直近の高値安値に丸をつけております。昨日は分かりにくい動きをしてますので、まずはこの黄色丸を抜けた方についていくですね。先ほど4時間足で言ってましたトレンドラインがここになりますので、このトレンドラインを上抜けると、一旦はこの下落トレンド、4時間足、今1時間足も下落トレンドですが、それを崩してくることになりますので、ただ直近の戻り高値がこの黄色丸になりますので、そこを上抜けることですね。184.5 付近、ここを明確に上抜けてくれば、こんな感じの上昇をイメージするといいと思います。このトレンドライン付近までですね、これ4時間足に引いていたものです。で、また昨日の安値を下抜けてくれば、先ほどの日足の白のトレンドラインを下抜けるということになりますので、ここからは大きな下落になる可能性があります。その場合は 176.3 付近までの下落を想定しておくといいと思いますので、今は昨日の安値、そして金曜日の高値をどちらに抜けるかっていうところ、そして抜けた方へついていくっていうのが分かりやすいと思いますので、1時間足かなり分かりにくい動きをしておりますので、分かりやすいところまで待つことが大切です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。
それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。